注意。この動画には、コードギアス、亡国のアキトの結末に関わる、ネタバレ要素が含まれております。それでも構わないという方は、どうぞゆっくりご視聴ください。W0X、タイプ01、アレクサンダー。コードギアス、亡国のアキトの主人公、ヒューガ・アキトのナイトメアフレーム。第一章序盤、ユーロブリタニアの聖ラファエル騎士団との戦闘中、友軍機が次々と爆散していく中、瞳をギアスできらめかせた、アキトのナイトメアとして登場する。亡国のアキトは、反逆のルルーシュ、R2 の、放映終了後に制作された映画作品。CG で描写されるナイトメアフレームが特徴で、時系列は、僧帽ノーズと同じく、反逆のルルーシュと、反逆のルルーシュ、R2 の、中間に位置しており、アニメではほとんど描かれなかった、ヨーロッパ方面を舞台としている。ヒューガ・アキトは、EU、ユーロピア共和国連合軍、W0 部隊の隊員。幼少の頃、親族の殺害を図った、イフ系の新ヒューガ社員部から、自死に至るギアスを受けていたが、死の概念を理解していなかったため、死の行動を取ることなく生き残る。その後は EU の大学を飛び級で卒業し、W0 部隊へ入隊するものの、ギアスの効力は、潜在意識に残留し続けており、その精神的影響から、戦いの中に、自らの死を望んでいた。W0 部隊は、EU 領内の、旧日本人、11の志願兵で構成された特殊部隊。その実態は、正規兵の戦士による、有権者の支持喪失を恐れる上層部が、国民にカウントされない11を、捨て駒として利用したものである。正規の戦力が補填されないため、11のみの、少数戦力で作戦に臨まざるを得ず、初陣で投入された実行部隊20名のうち、生還したのは、アキトのみである。アレクサンダーは、特定条件下において、ブリタニア軍の第5世代ナイトメアを上回るべく設計された W0 部隊専用の特殊作戦機。ブリタニアやインド系とも異なる独自のコンポーネントによって構築され、軽量重視の機体構造と対衝撃性に優れた高性能フレームの導入により、敵を圧倒する機動力と突破力を獲得している。4速歩行形態、インセクトモードへの可変機構を有しており、これによって、機体の前面投影面積の縮小による被弾率の低下と、4速走行による機動性と運動性の向上をもたらし、近接格闘に長けたナイトメアモードと、形態を幾度も切り替えることで、敵機を翻弄する。また、ギアスの効力により、クルルキスザクの生きろのギアスと同じように、戦闘力を増幅させたアキトに追従するなど、その機体性能は、ランスロットやグレン2式などの、第7世代相当機に引けを取らない。ただし、武装面はサザーランドなどの第5世代相当にとどまっており、ナイト・ブラウンズ専用機の試作型である、アフラマズダとの戦闘では、苦戦を強いられていた。当時の EU 軍主力機、パンツァーフンメルと比べれば、真っ当なナイトメアフレームと言える本気だが、11の登場機という、差別的な理由で、ナイトメアモド機と、呼ぶ者がいたという。機体制御は、従来性を参考にした操縦桿と、ブレインレイドシステム、略して、BRS を併用している。パイロットの体に埋め込まれた特殊チップ、ニューロデバイスを通して、数値化した意思を機体に伝達、操縦桿では活かしきれない機体の機動力を直感的に制御している。その他にも、視覚情報などをパイロット間で共有し、戦況を立体的に把握する機能や、両機のシステムにアクセスし、コックピットブロックの分離機能を作動させることが可能である。第2章の戦闘では、アキトにかけられていたギアスが、BRS で通じていた、狭山陽、成瀬幸や、高坂綾乃の3人へ、強制的に作用し、アキトに従属する、ブレインレイドと呼ばれる状態を引き起こしている。従属状態にあった3人は、アキトと同じように凶暴性や戦闘能力が増しており、対峙していた聖ミカエル騎士団の精鋭、アシュラ隊を撤退に追い込んだ。ブレインレイドに突入した際は、機体頭部のカウルが収納され、排熱機能が備わった、マスクがあらわとなる。純白のカラーリングに一点混じった、真紅の形相で、獲物を狩らんとするその姿は、まさしく鬼のようであり、ギアスに支配された、アキトの狂気そのものである。BRS は、パイロットと、システム間の、
高水準の適合率が必須であり、作中では、アキトやリョウ、ユキヤやアヤの、W0 部隊と組むの、オスカー・ハメルや、ユーロブリタニアの、アシュレイ・アシュラにて動作が確認できる。本機は、その出撃方法も特徴の一つ。機体を格納した、超長距離弾道輸送機、アポロンの馬車、を用いて、高度約300キロの宇宙を移動し、突入ポッドによる大気圏再突入後、背部に装備された、折りたたみ式の滑空降下ユニットで、空挺降下を行う。ナイトメア部隊による、敵陣背後の奇襲攻撃を主位とする、W0 部隊の根幹をなすものであり、その進出鬼没の奇襲方法から、ユーロブリタニアでは、かつての猛将、ハンニバル将軍になぞらえ、W0 の実行部隊を、ハンニバルの亡霊と呼び、恐れていた。タイプ01の本機は、20機が建造されており、第1章序盤の、戦闘で投入された際、爆走による特攻戦術によって、19機が失われ、アキトの13号機が残るのみ。後に簡易生産型のタイプ02や、アキト用に開発されていた重装甲型のレッドオーが、無人機のドローンタイプなど、単純構造のためか、短期間で、かなりの数が生産されており、そのためか、他勢力に流出した機体も多い。ブリタニアでは、改良された機体が、ナイト・ブラウンズ専用機として使用され、ラクシャー・タチャウラーに渡った試作機や、チルクスタン王国の改造機など、いくつかのバリエーションが存在する。続けては、アレクサンダの、主な武装について。ワウ04、30mm、リニアアサルトライフル、ジャッジメント。アレクサンダタイプの携行ライフル。主に、フルオート射撃で使用されるが、セミオートや、3点バースト射撃が可能で、モニターによると、マガジンの総弾数は、300発。APF-SDS 弾、SS 弾、GF 弾、ヒート弾と、マニュアル操作で複数の弾頭に切り替えることが可能。インセクトモード時は、コックピットブロック側面の、サブアームに接続して、使用する。対ナイトメア戦闘用トンファー。ブリタニア製とは異なる、手持ち式のトンファー。電磁攻撃の機能は持たず、直接打撃による攻撃や、先端部に仕込まれたスパイクにより、杭や鎌のように使用可能。両腕部に喧嘩されており、使用時は、展開したグリップをマニュピレーターで直接保持する。近接格闘戦を頻繁に行うアキトによって、数多くのユーロブリタニア軍機が葬られた。ウルナエッジ。前腕に内蔵する、近接格闘兵装。使用時に手首がスライドし、ブレードがポップアップする。奇襲性が高く、ギアスの影響下にあるアキトが、多用しており、コックピットを直接狙う場面が、幾度もあった。自爆装置付き高速具。滑空降下ユニットの、固定リングを転用した、インセクトモード専用の自爆装置。高速具の名称通り、装備中は、携帯が、インセクトモードに固定される。第1章序盤では、特攻用として、W0 の実行部隊、前期に装備されており、聖ラファエル騎士団の、大半の戦力を巻き込んでいる。本機は、第1章、2章、4章と、ギアスによって歪められた、アキトの狂気を、体現するナイトメアとして描かれており、戦場では、その姿を目にした者たちを、恐怖と混乱に陥れている。一方で、その狂気により、レイラや BRS にてアキトの心象に触れた、リョウやユキや綾乃と心を通わせる要因となり、アミノシンと対峙した際には、活性化したギアスの効力を精神力で抑え込むに至る。第5章では、精神的成長を遂げたアキトを追うように、後述のアレクサンダ・リベルテと強化された。W0X、タイプ 01AC、アレクサンダ・リベルテ。W0 部隊と、聖ミカエル騎士団の最終決戦前、バイスボルフ城内での迎撃に、重点を置き、近接格闘と、防御力重視の改修が施された、アキトのタイプ01。アシュレイから提供された、アフラマズダのデータにより、第7世代相当の武装を、EU 軍機で、初めて実用化。全身に装備された、シュロッター鋼合金製の増加装甲が、その代表的なもので、ブレイズルミナスを停滞する機能は持たないものの、物理的な防御力が向上している。その影響で、可変機能が使用不可能となり、インセクトモード由来の機動力が封じられているが、コックピットブロックとランドスピナーに搭載された、
増加起動装置により、ナイトメアモードでの機動性が強化された。主な武装は、MVS の技術が用いられた、日本刀型格闘兵装、前腕部に増設されたスラッシュハーケンと、シールドのブレイズルミナス。この強化により、総合的な性能で、第6世代や第7世代に劣っていたアレクサンダーは、ナイト・オブ・ラウンズ専用機と、互角に渡り合えるほどの、高性能機、第8世代相当、となった。最終決戦時、バイスボルフ城内に、進行した敵機を、近接格闘で圧倒。新ノベルキンゲトリクスとの戦闘では、機体がオーバーロード寸前になるほどの激闘を繰り広げ、一時は各部に損傷を与えるなど、優位に立っていた。最終的には、互いのコックピットブロックを破壊する形で相打ちとなり、機体はその場に放棄された。以上、アレクサンダとアレクサンダ・リベルテについてでした。今後も、主にコードギアスや、その他の作品のメカも、解説していきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録や高評価の方を、よろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺で。